こんにちは。今日は袋縫いの巾着袋の作り方をご紹介します。コップ袋と体操服袋の2サイズでご紹介しています。袋縫いで作ることでジグザグミシン不要で1枚仕立てでも裏側も綺麗に仕上がります。ミシンでも手縫いでもどちらでも作ることができます。完成サイズが体操服袋が縦35センチ、横30センチです。コップ袋は縦22センチ、横20センチです。その他にもたくさんの巾着袋の作り方をアップロードしておりますので、概要欄をご覧ください。短い時間で簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。体操服袋の材料です。縦が40センチ、横が33センチのオックス生地が2枚。5ミリ幅のアクリルコード、80センチにカットしたものを2本準備してください。コップ袋の材料です。縦が27センチ、横が23センチのオックス生地が2枚。5ミリ幅のアクリルコード、60センチにカットしたものを2本準備してください。まず、外表で生地を合わせます。3辺に待ち針を打っていきます。それぞれ上から5センチの位置にジャコペンで印をします。この5センチの印の下を縫い代5ミリで縫っていきます。縫い代5ミリで3辺を縫っていきました。次にこの縫い代を折ってアイロンをかけていきます。2枚ともまとめて片側に倒してアイロンをかけてください。縫い代を倒してアイロンかけていきました。そうしましたら袋をひっくり返して裏面を外に出します。その時にこういった紐通しなんかを使って角をしっかりと押し出してください。ひっくり返したら生地の端をなるべくしっかりと出した状態で上からアイロンで押さえます。袋口の5センチのところが分かるようにこちらにも印を書いておきます。この5センチの印の下を今度は縫い代1センチで3辺縫っていきます。縫い代1センチで縫っていきました。そうしましたら紐の通し口を作っていきます。
この縫い始めた位置よりも 1、2 ミリぐらい上のところにハサミで切り込みを入れます。こちらの縫った線より向こう側に切り込みを入れないように気をつけてください。こちらの線より1ミリ、2ミリほど上の方をカットします。そうしましたら、この上の部分を反対側に折り返してアイロンをかけます。反対側も同様に開いてアイロンで押さえます。このような状態になっています。反対側も同じように処理していきます。次に紐の通し口部分をコの字に縫っていきます。こちらの端から2ミリの位置を縫っていきます。上から下に縫ってきて、そしてここまで縫ってきましたら、この辺りで何度か返し縫いをします。そして上に向かって縫っていきます。こちらはこのギリギリのこの辺りを縫うようにしてください。この字で縫っていきました。このようになっています。そうしましたら、袋口を1センチ折り返してアイロンをかけていきます。そこからさらに2センチ折り返してアイロンをかけます。反対側も同様にアイロンをかけていきます。1センチ2センチで折り返した時に、こちらのカットした部分にこの折り返した部分が2ミリほど重なるように調整してください。もし重ならないようでしたら少し下げて重なるように調整してください。そうしましたら待ち針で留めていきます。この縫い代の部分はお好きな方向に倒してください。そしてこの切りっぱなし部分が隠れるようにかぶせて待ち針で固定します。こちらも縫い代は片方に倒して、そして上から2ミリほどかぶせた状態で待ち針で留めます。そうしましたらこちらにぐるっと一周ミシンをかけていきます。ここが約2ミリほど重なっている状態なので、できれば端から1ミリぐらいかなりギリギリで縫っていってください。2ミリや3ミリで縫ってしまうとちょっとここの切りっぱなしのところが上からうまく縫えず出てきてしまう可能性があるので、なるべくギリギリで縫っていくようにしてください。
こは補強のために何度か返し縫いをしてください。端にミシンをかけていきました。この切りっぱなしの部分もしっかりと挟み込んで縫えています。表から見るとこのように仕上がっています。まちをつけたい方はここでまちをつけてください。角を左右均等に割ります。待ち針で留めます。縫い代は同じ方向に倒します。3センチでまちを作りたい場合は、ここで3センチの位置に線を引いて、3センチの位置で縫っていきます。まちを4センチや5センチにされたい場合も、同じように4センチで線を引いて、その線の上を縫ってください。まちはそれで完成になります。袋を表にひっくり返します。紐を通していきます。完成です。内側もこのように綺麗に仕上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。